もしもあなたの身近な人の遺体が展示されていたとしたら、遡ること24年前の1998年、中国大連、ある一人の女性が忽然と姿を消しました。失踪したのは大連テレビ局の美人アナウンサー張以潔。人気番組の司会者まで務めていた彼女だったんですが、突如何の前触れもなくその行方がわからなくなったんです。様々な憶測が飛び交う中、張の行方は依然不明のまま。その後何年もの月日が経ち、彼女の存在は徐々に忘れ去られていきました。しかし張の失踪から6年後の2004年4月、思わぬ場所で張が発見されたという知らせが入ります。そして発見された張らしき人物を見て人々は震え上がりました。なぜなら彼女が標本として展示されていたから。突然姿を消した美人アナウンサー張以潔。展示会で飾られた標本の正体は本当に彼女だったのか。実は彼女と展示会の間には誰もが予想し得ない闇の関係があったのです。おぞす、ケンちゃんです。こですというわけで、ヤミゴさん。何ですか？なんとですね。なんと強制が取れました。おお、あんたのカミカミを見られないのも。マジでめちゃくちゃ喋りやすいし、早口言葉言えるわよね。隣の柿はよく柿きゅ、本日ご紹介するのは中国で謎の失踪を遂げた美人アナウンサーの方です。アナウンサーが失踪したら話題になるって言ったらあれだけど、めちゃくちゃ心配の声広がってさ、そうですね、普通取り上げられそうじゃない？注目になるはずなんですけど、なんとですね、当時それほど取り上げられなかったんですよ。怖い、何それ。なんかちょっとね、闇を感じますよね。その不自然さも含めて非常に闇深いお話なんです。それではね、失踪当時の様子から見ていきたいと思います。消えた美人アナウンサー。遡ること24年前の1998年、舞台は中国大連。大連テレビのアナウンサー張以潔は当時視聴者から高い人気を誇る看板アナウンサーでした。もともと女優だった張はその美しいルックスが目を引くだけではありません。愛くるしい人柄と高いトーク力で大連を代表するテレビキャスターにも選ばれ、人気番組の司会者まで務める超売れっ子だったんです。プライベートでは20代前半で結婚して子供が1人より、まさに順風満帆な人生を送っていました。本当に綺麗な人ね、私の次に。いえ、そういうのいいよ。みんな美しいんですからね。ありがとう。そんな張さんはですね、人々をね、引きつけてこうやまない存在だったんですけれども、ある日突然姿を消してしまったんです。絶大な人気を誇っていたはずの張だったんですが、ある日を境に彼女はぱったりと番組に出なくなりました。それだけではありません。なんと彼女の行方は家族や知人にすらわからない状態になっていたんです。インターネット上では張の身を案じる声が相次ぎます。実は失踪した当時、張は妊娠8ヶ月。一人で姿をくらませるとは考えにくい体だったんです。事件や自殺など様々な憶測が飛び交っていたんですが、結局有力な情報はつかめないまま何年もの月日が流れていきました。しかし張が姿を消してから6年が経った2004年4月、驚きの情報が飛び込んできました。ある意外な場所で張らしき人物が発見されたというんです。その意外な場所とは、人体の不思議展。人体の不思議展って展示会か何かってことでしょ？でも子供と一緒にお忍びで来てたってこと？実は。事情をね、知らないとね、そう考えるんですけど、違うんです。人体の不思議展の実態を知るとね、僕はもう到底子供と行こうとはね、思えないです。子供には見せらんない。そうなんです。というわけで、一体どんな展示会だったのか。人体の不思議展。人体の不思議展は1995年以降、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各地で開催された展示会。日本でも1996年から2012年にかけて36の都市を巡回して開催され、650万人以上を動員したと言われているんです。これほどまでにこの展示会が注目を集めたことにはある理由がありました。それは会場に並べられた展示物が全て本物の遺体だったから。人体の不思議展に展示された人体標本は模型ではなく、皮膚を剥ぎ取り筋肉や内臓をむき出しにした人間の遺体だったんです。ちょっと理解が追いつかないんだけど、あれ全部本当の遺体なの？そうなんです。実はですね、動物やね、人間の遺体っていうのがある特殊な技術によって加工されていたんです。というわけで本日のメトラーキーワード、プラスティネーションについて。
プラスティネーションとは人間の体に含まれる水分や脂肪分をプラスチックなどの合成樹脂に置き換える技術のこと。この技術の登場でリアルな形状を残しながらも遺体を腐敗させず常温で長期間保存することが可能になりました。プラスティネーションを開発したドイツの解剖学者グンター・フォン・ハーゲンスはこの技術で特許を取得。さらにプラスティネーションを紹介するために世界各地で人体の不思議展を開催しました。プラスティネーションで作られた全身標本は当時の値段で1体1500万円から3000万円。中国の大連に遺体加工工場を設置し大量の人体標本を制作していたハーゲンス博士は死の医師の異名を持つほどでした。こんな技術があるなんて私知らなかったわよ。そうですよね、そしてね、この人体の不思議展を見た観客からある噂が広まってくるんです。2004年4月、中国で開催された人体の不思議展を見た観客からのリークが世間を騒然とさせました。人体の不思議展の標本が失踪した超遺血にそっくりだったんです。突拍子もないデタラメだと思うでしょうか。しかしこの噂には単なるデタラメとは片付けられない事情があったんです。実は同じ頃世界中で人体の不思議展は問題視されるようになっていたんです。開催当初の人体の不思議展は医学や解剖学の現場でしか見られない人体の仕組みを間近で見られて画期的だと高く評価されていました。しかし主催者は世界中で展示会を開けるだけの数の遺体を一体どうやって入手していたのか。そうやって次第に遺体の入手元の不透明さが指摘されるようになっていたんです。腸の失踪と人体の不思議展の疑惑、ネットを中心に様々な憶測が飛び交い、2つの出来事は急速に結びついていきました。いや本当に闇深くなってきたじゃないこの事件。でもどうして張さんがその標本と同一だってわかるわけ？どうやってわかんの？そこですよね。ではね、この人体標本が張さんだと言われていったね、その理由を見ていきたいと思います。腸と標本の共通点。人体の不思議展で展示された標本は皮膚を剥ぎ取られているものの顔の輪郭などは残っています。問題の標本が話題になったのはその顔立ちが腸によく似ていたためでした。そしてこの噂を聞きつけたある記者が標本の3サイズを測定。その結果3サイズのみならず足の大きさまでも腸とほぼ同じであることが分かりました。さらに衝撃的なことに人体標本のお腹の中にはなんと妊娠8ヶ月相当の胎児が。腸ではないかと騒がれたのにはお腹の中に胎児がいたこともそれを裏付ける大きな要因となっていたんです。ちょっと確かになんか張さんその失踪した当時妊娠何ヶ月か8ヶ月ぐらいだったわね。そこもね一致してるんでますますね疑いというか疑惑は深くなっていくんです。騒動の中、妊婦の標本を作った解剖学者は次のようにコメントしています。遺体は遺族から寄贈されたものです。しかしこの説明には疑問が残ります。なぜなら人体の不思議展は遺体の身元の不明瞭さだけではなく、その展示スタイルにもたびたび指摘を受けていたから。遺体を輪切りにスライスしたり、学術的とは言い難いポーズを取らせたりと、倫理観を疑いたくなるような展示の仕方に批判が集まっていたんです。そんな批判が相次いでいる展示会に遺族が妊婦と胎児の遺体を提供しようと思うでしょうか。さらに1999年、中国の大連に人体の加工工場を作ったハーゲンス博士はニューヨークタイムズの取材にこう答えています。中国を選んだ理由？そりゃ簡単だよ。医療技術を持つスタッフの人件費は安いし、何より本人や家族の同意がいらない新鮮な遺体が大量に手に入るんだ。こうしたコメントから人体標本にされるのは遺族からの寄贈ではなく非人道的なやり方で調達された遺体だという噂が流れるのも無理はありませんでした。中でも根強かったのが中国共産党当局によって弾圧され不当逮捕された大勢の思想犯の遺体だという説。政府に盾つく人間を強制連行し暴行を加えた上で臓器売買や人体標本などの死体ビジネスに活用しているという恐ろしい噂が出回っていたんです。こうした背景から腸と似た妊婦の遺体が寄贈されたものであると信じる国民は少なく、疑惑はどんどん深まっていくばかりでした。何やばい事情しかない遺体しか展示されてないって考えるだけでも恐ろしいわよ。恐ろしい。張さん結局政府に睨まれて捕まってたってこと？その可能性もねゼロではないんですけど、もっと別のね事情があったんじゃないか、個人的なとある事情があったんじゃないかと言われているんです。そしてですね、ヤミコさん、何？僕らもねこんな動画を顔を出してね撮ってるんで、もしね僕らにね何かがあった時そういうことかもしれません。標本として永遠に残るってこと？私がなんで嬉しそうだよ。腸と展示会の意外な関係。腸が行方不明になる直前、テレビ業界では彼女に関するあるゴシップが広まっていました。なんと腸は当時大連市の市長だった男と不倫していたんです。
男の名は白嫌い。当時市長だった白は大連を代表するようなキャスターを選抜しようじゃないかと大連テレビに提案し、そこで選ばれたのが当時20代前半の長だったんです。白は無類の女好きで歌手やモデルに女優などこれまでにも数々の女性と関係を持っており、そんな白が美しい長に手を出さないはずがなかったんです。とはいえ家庭のある長は白を拒むかと思いきや、まるで市長に見初められたのをひけらかすかのようにテレビ局内でこんな発言をしていたんです。今夜白市長と会うの、何か伝言はあるかしら。こうして瞬く間に2人の関係は業界内に知れ渡ることになったんです。なんか嫌な予感するわね。不倫なんてほんとろくなことならないんだから、本当に。まあお察しの通りなんですけど、この2人のね関係に対して怒り心頭のある人物がいたんです。あの小娘、市長夫人である国傀儡は激怒していた。夫の不貞はいつものことだけど、あの若いアナウンサーの自慢げな態度がどうしても許せない。夫の子を妊娠したとか、憎たらしい。苦しめてやるわ。傀儡はペンネームを使い地元紙に蝶の悪評の数々を投稿した。しかしそれだけでは彼女の怒りは収まらない。あの女を今すぐ辞めさせてちょうだい。なんと傀儡は公安警察の人脈を使って大連テレビに圧力をかけ、蝶アナウンサーの座から引きずり下ろしたのだ。市長の奥さんにアナウンサー辞めさせられたの？てかそんなことできるんだねっていう、ね、すごいわね。裏社会みたいな感じ、しかもですね、ここからね調査への仕打ちはどんどんヒートアップしていくんです。その後市長夫人傀儡は南山賓館という建物に蝶を監禁。怒りのままに来る日も来る日も彼女をなじったというんです。蝶が番組から姿を消したのはそんな噂が広がったのと同じ時期でした。蝶らしき妊婦の標本が発見され、傀儡に疑惑の目が向けられる中、さらにある事実が明らかになったことで蝶が傀儡に殺害されたという説がより濃厚になっていったんです。それは傀儡が人体の不思議展制作の総責任者だったから。実は人体の不思議展にはプラスティネーションを開発したハーゲンス博士とは全く関係のない非公式の展示会が存在していたんです。怖っ。何それ。2002年以降新人体の不思議展と銘打って開催された展示会がそれにあたり、その展示会はプラスティネーションを模倣した中国人団体によって制作されていたんです。蝶に似た妊婦の標本が展示されたのは2004年。市長夫人だった傀儡は当時の制作の総責任者を務めていました。人体標本の貸し出し販売を取り仕切っていたとされる彼女はいわばバイヤー。公安警察から拷問や死刑によって殺害された民間人の遺体を秘密裏に仕入れ、死体ビジネスを行っていたとも言われているんです。市長の奥さんが展示会の制作責任者とかさ、もうただの噂で片付けられるもんじゃなくなってくるわよ。これもうマジなやつですね。すごいわ。本当に。しかもですね、とあるね内部の人からリークがあったらしいんです。舞台は大連のハイテク開発地区。その工場は周囲をぐるりと塀で囲まれ、物々しい雰囲気をまとっている。おお、今日も来たか。すぐ加工の準備に入らなきゃな。地下通路を通り工場内部に1台のトラックが到着する。工場の職員が荷台の扉を開けると、そこにはビニールに包まれた大量の何かが詰め込まれていた。いくら給料がいいからといってやっぱりこの光景は何度見ても慣れないな。職員はうんざりしたような顔でそのビニールを剥がす。そう、トラックに乗せられていたものは全て人間の遺体だったのだ。遺体は工場に運び込まれるとすぐに巨大な水槽でホルマリン漬けにされる。状態の悪い遺体は 4,5 体まとめて水槽に放り込まれるなどということもザラだった。そうやって流れ作業のように遺体を水槽へ放り込んでいた職員はある時ふとその手を止めた。なんだこの遺体。どこかで見たような。どうした？何か珍しいものでもって。おい、まさかこれって。数年後、職員たちは当時の様子をこう語った。あの時工場に運び込まれてきたのは確かに超イケツの遺体だった。もうまさかの目撃者じゃないのよ。てかそういう仕事もあるんだっていうのも、あるのかもしれないですけど、この工場のね、情報っていうのがすごい厳しくされてる中での情報なので、誰かがでっち上げた可能性もゼロではないんです。このような証言や様々な情報が明らかとなったことで、中国だけではなく世界各国に戦慄が走ったんです。当然妊婦の標本の DNA 鑑定を求める声が相次いだんですが、傀儡はこれを頑くなに拒否。未だ真相は闇の中なんです。その後傀儡は2012年8月別の殺人事件で逮捕。この事件をきっかけに失踪した蝶に対する関心が再燃するとともに、夫の白の数々のスキャンダルも暴露。公職を追放されることになったんです。現在でもネット上では蝶の行方に関する議論が繰り広げられています。
しかし掲載されている写真の多くは張本人ではありません。なぜなら張の失踪以降、彼女に関する公式な資料がほとんどなくなってしまっていたから。実際台湾の新聞が張の失踪を報じた際に誤って韓国人女優の写真を使用していたことも確認されているんです。これには真相発覚を恐れた市長夫妻によって報道規制が敷かれ、さらにはネットの情報まで移送されたという可能性があるという見方も。現在も人体の不思議展で展示された遺体の身元は不明のまま。展示された遺体の一つが張だったのか、はたまたどこかでまたひっそりと生きているのか、メトラの皆さんはどう思いますか？